北の檻に押し込み、町坂を引きずり回した。あらゆる屈辱を味わった。死後も魂は安らねず、彼が反逆罪をでっち上げ、一族を皆殺しにするのを見た。神崎家の血が通りを真っ赤に染め上げた。神崎家の奴ら、金があるからって。俺の自尊心を踏みにじりやがって。死んで当然だ。お母さん怒りで魂が弾けそうになった。再び目を開けると、タサママと一緒に君学で書生を選ぶ日に戻っていた。待て、神崎水木。お前らのような卑しい商人が地位を上げるには、俺たち死の高い貧乏書生を育てるしかない。権謀を立て、お前を妻にしてこそ、野名を輝かせることができる。どうやら彼も転生したようね。随分と偉そうに。俺は王侯宰相になる男だ。考える時間は半日後だけだ。うせろ、どこへでも消えなさい。良也な会。今時は私の支援なしで、どうやって宰相になるつもりかしら。前世、矢野浦会のせいで私は屈辱を味わい、家督を惨殺された。神様がやり直す機会をくれたからには、今度こそすべての苦痛を奴に返してやる。神崎外主。この生徒たちは皆優秀です。神崎家のご支援があれば、必ずや出世できるでしょう。それは私が決めることではありませんよ。娘が気に入るかどうかです。おう。お父様。ちょうどいいところに来た。ずっとあの柳原平瀬が好きだっただろう。今日彼を婿に迎えるのはどうだ？いいえ、お父様。彼なしません。なんだと？あの人だ。あの風子は1万両以上するだろうな。うちじゃ一生かかっても稼げない額だ。ただの100丁の貞子じゃないか。大したことないだろう。东西啊。いつだって金の匂いしかしない。都是一股子臭铜味儿。そこの三重将。首でも痛いの？ずっと上を向いて鼻の穴を広めて、ネギでも刺して象の真似でもするつもり？神崎水木、私を愚弄する気か？覚えておけ。お前が土下座して援助させてくれと頼んできても、絶対に受け入れないからな。平井力さんに何という口の利き方だ。私の実力なら、必ずや出世できる。かい。よろしい。柳原道前にそれほどの志があるのなら、私は援助しないわ。不資助你。すがって援助を申し出るはずでは？どうせ気を引くための手段だろう。私が援助するのは彼よ。彼を支援するわ。私？神崎水木、目は節穴か？あいつを支援するだと。将来はしがない下級士官になるだけだぞ。前世の彼は平民から並外れた学識で、朝廷に上がり士官になった。恥知らず、この不死だら女！豚の檻に入れて沈めろ。やめろ。彼女を下ろせ！安原正信。怖がらないで、僕が連れて行く。力さん。力さん！力さん！
ルシ、ここは山師水明で、きっと君も気に入るよ。君は知らないかもしれないが、あの年、君が軍学に同性を選びに来た時、君を見た瞬間に、糸目惚れとは何かが分かったんだ。糸目で永遠を感じた。前世で死の前に私を恥ずかしめから救い、死後に弔ってくれたのは彼だけだった。死んで初めて彼の深い愛情を知ったわ。決めたわ。私が支援するのは彼よ。安原正信。ミシャよ、本当に彼を選ぶのか？はい、お父様。選ぶだけじゃなく私は、彼に嫁ぐわ。バカな。なんて運のいいやつだ。川崎家は一番の金持ちで、何世代でも使い切れないほどの金がある。この貧乏人が玉残しに乗るなんて。知座を戻って運命を変えるとは。祖書信は出世するぞ。昇進正代出世しても、俺のことを忘れるなよ。そうだそうだ。不気になっても忘れるな。神崎水木。覚えておけ。今日俺を袖にしたこと、いずれ必ず後悔させてやる。土下座して頼まれてもお前たちの汚い金など絶対に受け取らん。八女原海は前世で宰相になれたのが自分の実力だと思っているのね。私が全財産を注ぎ込んで裏工作しなければ、彼が3つも首席を取れるはずがないわ。柳子原海。今世では現実を思い知らせてあげる。安原浩二。これからあなたは学問に専念して、秀才になったら私を妻に迎えて、他のことはすべて私に任せて、お母様の面倒も見るわ。いいかしら？神崎水木、俺を選ばないこと後悔するなよ。神崎家なんて卑しい商人だ。お前を滅取ってやるのは俺くらいだ。他の奴なら。お受けします。おもんでお受けします。私を選んでくださった以上、生涯力さん以外は妻にしません。いいぞ。お父様、5000両で買ったあの優雅な四合院を安原久美子のお住まいに提供し、毎月1000両を生活費としてお渡ししてもよろしいですか？いいとも。さえの背では、この女が俺にくれたのは粗末な瓦屋根の家と、月にたった100両の生活費だったのに。リシ、わざと俺を恥ずかしめているのか？私があなたを恥ずかしめるなんて何を言っているの？お前が俺を気に入っているのは皆知っているのに、今日に限ってこんなゴミを持ち上げるなんて、わかってるさ。俺が遊郭の呪蓮さんと親しくしているのが気に入らなくて、嫉妬しているだけだろう。彼女は本当に私のために彼を諦めるのか？それとも、私を利用して彼を刺激しているだけなのか？柳原海。私の目から見れば、あなたは明日原高子の指一本にも及ばないわ。ここにいる皆様、どうか承認になってください。私、神崎水木が生涯を誓うのは、安原公美子ただ一人です。レイスさんがこれほどまでにしてくれるなら、私は一生彼女を裏切らない。神崎水木、今日の言葉を覚えておけ。俺が出世した暁には、神崎家の全員を俺の前にひざまずかせてやる。神崎家の人間は一人たりとも絶対に許さないからな。絶対に許さない。やごやらかい。私の援助なしで、どうやって宰相になるつもり？この甘よくも俺を。まだ手を出す気か。こんなに守ってくれるなんて。今世では必ず彼を大切にしよう。アンからまさしぬよくも。
俺が宰相になった暁には八つ咲きにしてやる。頭おかしいんじゃないか？与一さん、怪我はないか？これからはああいう奴の相手は私がやろう。ああいう狂犬は家のお手伝いに任せればいいわ。レシ絶対に後悔させてやる。お父様、同床は決まりました。行きましょう。帰るわよ。金に汚い一家など、こっちから願い下げだ。何わらかい、この莫大な富を手にする機会を自分から逃すとは。俺は未来の宰相だぞ。ちっぽけな神崎家など眼中にもない。力、いつか俺にすがりつく日が来るぞ。レイシター、なぜ私をここに？こちらが安原公使のために用意した屋敷です。レイキさん、それは絶対にいけません。散財させるわけにはいきません。安原公使はただ勉学に励み、合格したら私を妻に迎えるだけでいいのです。もし借りができたと思うなら、出世した時に返してください。レイキさんのご恩、昇進、心より感謝します。一つはっきりさせておきたいことがあります。リキさん、何でも言ってください。もし今後心変わりしたなら、正直に言ってください。私はしつこくするような女ではありませんから。ご安心を。私、安原正信は、決して恩知らずではありません。もし私が合格したら、必ずあなたを妻に迎え、全身全霊で、あなたを一生守り抜きます。この献立通りに、毎日安原公子に違う食事を作って、勉強は疲れるからしっかりお世話してね。お金は気にしないでわかった？はい。アーフラ構図。これは？勉強はお疲れでしょう。席をつけてね。おいしい。ありがとう、リキさん。はは、おや。これは歴代の秀才殿の寝室です。全科目網羅で詳細な記録。一部重量、嘘偽りなし。お嬢様、10部買えばおまけしますよ。ここの本、全部いただくわ。スケはお断りだ。金がないなら読むな。このジェミンども、未来の宰相に取り入る唯一の機会を失ったな。なんでこんなに本を買うの？うちのお嬢様神崎水木が安原正信公使のために買ったんだ。神崎水木のこんなやり方は、絶対に私を怒らせるためだ。いつか宰相になった暁には、あの女も安原正信も、必ず八つ咲きにしてやる。素晴らしい。見事な文章だ。この水準。私の若い頃より何倍も優れておる。大使、彼を弟子にする件はいかがでしょう？もちろん、弟子にしよう。だが、彼が私の門下に入りたいかどうかが問題だな。光栄です。
さあ、立ってくれ。前世では、タトシは柳原会を弟子にする気など全くなく、私が大金を積んでようやく指導を引き受けてもらえた。それでも、柳原会の目にこれほど熱い愛情を見たことはなかった。文人に情緒がないわけではなく、ただその人が愛していなかっただけなのだ。愛されていなければ何をしても全てが罪になる。先生、もう行くあてがないんです。どうか置いてください。他を当たるんだな。先生先生に他を当たれと言われただろ。出て行け。神崎水木、俺がこんなに惨めなのは、全部お前のせいだ。神崎水木、出てこい。神崎水木、出てこいってば。おい、止まれ。調査、知らせてくるから、見張ってて。いいよ、自分の家に帰るのに知らせがいるのか？お嬢様、柳原からが門前で合わせろと騒いでいます。追い払いましょうか。僕が追い払ってきます。いいえ、私が対応するわ。あなたは安心して読書を続けて、案内して。はい。神崎、俺に金を出す機会を与えてやろう。俺の学費を出せ。だが安原正信への援助は打ち切れ。あなた誰？私に金を出す機会をくれるですって？俺は柳原嫌いだぞ。将来は交換になる男だ。今なら機会をやる。お前の金で俺に家業を受けさせろ。そうすればいずれ高貴な妾にしてやってもいいぞ。それじゃ、私はあなたに感謝しろって言うの？同然だろ。宰相の妾になれるなんてこの上ない名誉だぞ。わかってるさ。お前も俺が寿縁さんと親しくしてるのを嫉妬してるんだろ。いいだろ。この条件を飲むなら、一時的に彼女と縁を切ってやってもいいぞ。レイキさんをあのように侮辱するとは。ヤグヤラかい。あんた頭おかしくなったの？神崎水木、どういう意味だ？そんな態度を続けるなら、俺の妾にもしてやらないぞ。誰があなたの妾になるって？柳原同志。その理解力じゃ、合出しに受かるかどうかも怪しいわね。俺は天上の文曲祖師の生まれ変わりだ。科挙で巨人になるなんて朝飯前だし、将来は連続して首席合格するんだ。機嫌がいい今のうちに、俺に取り入る機会を与えてやってるんだ。後になってからじゃ遅いからな。興味ないし、取り入る気もないわ。とっとと消えなさい。目障りよ。おい、神崎水木。あだをあだで返す気か。門を閉めて、犬を放て。あんな奴、追い出せ。自業自得ね。今日のゴーチ、安原久美子なら必ず受かります。全力で挑みます。この蝶の毛皮はとても暖かいです。不正防止でまた入れは切られませんから、まだ春先、風邪をひかないように。これは兄が商いでクッシュから持ち帰った携帯食です。少しで1日腹持ちしますから、
試験に集中できますよ。ルイチさん、ここまでしていただき、恐縮です。雫臭いことを。試験会場にも手を回し、一番良い場所を確保しました。これなら封も防げて、答案が濡れて失格になる心配もありません。ありがとうございます、リキさん。お礼はいいんです。あなたは試験に集中してください。これらを用意したのは、あなたに光明を得てほしいからです。私の苦労を無駄にしないでね。レイキさん、安心してください。決してご期待を裏切りません。あなたの目に狂いがなかったと、全員に証明してみせます。信じてます。いってらっしゃい。神崎水木、お前に最後のチャンスをやる。安原正信と同じ待遇にしろ。そうすれば平妻にしてやってもいい。上級の側室から平妻だなんて、すごく光栄だわ。わかればいい。早く天の毛皮と携帯食料を用意しろ。悪いけど、もうないわ。全部安原久美子にあげたの。なぜ俺のものをあいつにやるんだ？もともと彼のために用意したものよ。天じゃなくても他の毛皮でもいい。早くしろ、試験に遅れる。わかったわ。ここで待ってて。川崎水木のやつ、やっぱり俺のことが忘れられないんだな。時間だ！入場終了！門を閉めろ！おいおい待ってくれ。俺がまだだ。神崎水木騙したな。おいおい。合試開始。南川の最高の織物屋で買った紫雲の重を着せて、食べ物と着替えの準備をして、今日は合試が終わる日よ。安原久美子を迎えに行くわ。朝原浩図、お疲れ様でした。まずは温かいスープを飲んで体を温めてください。座ってください。これは冷芝のスープです。需要競争に一番いいんですよ。ありがとうございます、リキさん。神崎水木、よくも俺を騙したな。服も靴も携帯食もよこさずに、こんなに待たせやがって、危うく試験会場に入れないところだったぞ。俺を落第させる気だったんだろ。その鳥のスープは俺のだ。飲むな。ようやらどうしよう。あなたはうちのお嬢様と何の関係もないでしょ。お嬢様がどうしてあなたに服や食べ物を買わなきゃいけないの？そうよ。おい、こいつ試験のストレスでおかしくなったんじゃないか。バチ長登壇だ。人の食べ物を奪おうとするなんて。街で見かけたことがあるぞ。自分が未来の宰相だってわめいてたんだ。ははは、お前らみたいな下民に何がわかる。俺は天の文曲生の生まれ変わりだぞ。将来はトップで秀才に合格し、師匠になる男だ。これ以上俺をバカにしてみろ。この宰相様が一族老頭を皆殺しにしてやれ。おや？まだ出世もしてないのに、俺たちを下民呼ばわりか。もし本当に合格したら、とんでもない約束役人になるぞ。ぺっ、クズめ。やっちまえ！
ああ、やめろ。叩かないでくれ。ぶっ殺してやる。合格発表だ。言っただろう。俺は学問の神の生まれ変わりだ。今回の合試で首席になるだけでなく、今後の試験でも三元九代してみせるさ。おい、俺が一番だと言っただろう。俺が一番なんだよ。なぜ上位3名に名前がない？前世では間違いなく俺が首席だったのに、一体何がおかしくなったんだ？矢後原浩図、自分の名前が読めないのですか？なぜまだ見つからないのです？あなたたち、早く矢河原浩図を手伝ってあげねて。はい。あ、見つけました、お嬢様。ふん。確かに3名に入っていますね。下から数えてですが。あら、下から数えて。未来の宰相が下から数えてなんて。ええ、下から3名でよかったですね。こんな人がもし本当に受かっていたら、神様は目が口穴ですわ。その通りだ。おっしゃる通りですわ、安原久美子。家に帰って宴を開きましょう。首席合格のお祝いです。神崎水木、言っておくが、俺はいつか宰相になる。後悔することになるぞ。本日神崎邸では宴が設けられています。安原古氏の首席合格を祝い、どなたでも参加できます。おう！安原久美子おめでとう。さあ行こう。ネキさんおめでとうございます。素晴らしい婿殿を得て、三崎家の商売もますます繁盛するでしょう。その時は我々をお忘れなく。前世で柳原コリナ合格した時。宗家話があれば我々をお忘れなく。商人はやはり金の亡者だな。こんな商人ばかりの集まり、安原久美子も嫌がるかしら。レイキさんはお酒に弱いので、私が代わりにお受けします。レイキさんに目をかけていただき、私は幸せ者です。今後の神崎家の商売皆様のお力添えをお願いします。乾杯。お二人は本当にお似合いの美男美女ですね。いつご成婚のご予定で？私が秀才に合格した暁には、必ずや水木さんのご恩に報います。ただのまぐれだろう。安原古氏は素晴らしい才能だ。以前からその文才の噂は聞いていたよ。そうそう。噂を聞いていただと？俺の足元にも及ばないくせに。
あら、未来の宰相殿が、うちの小さな屋敷でただ飯を召し上がるとはね。おや、柳原公子ではありませんか。合格発表の日力さんに助けてもらったとかで、大騒ぎになったそうですね。そんな態度で人の家にご飯をたかりに来るとは、本当に厚かましいな。その通りだ。こんなまずい飯で宴を開くとはな。この太宰相が食べてやっているんだ。ありがたく思え。リート生、押すな。自分で歩ける。ホイにまみれた食べ物なんて、うちの福助でも食べないわ。柳原久美子、拾って持って帰りますか？神崎家のものなどただでもいらん。安原空梅か。主人が来月市政祭を開くのですが、安原講師の才学が優れていると聞き、安原空美子と水木さんをご招待いたします。南町の文人が開く市政祭か。前の世では力はここで面目を潰されたんだ。どうやら天が私に復讐の機会を与えてくれたようだな。前の世の死、制裁で。この教養のない金持ち女を早く追い出せ。出ていけ出ていけ出ていけ。レキさん、どうしました？大丈夫です。少しお酒を飲みすぎたようで、めまいがするので、先に休ませていただきます。今回は絶対に安原久美子に恥をかかせないわ。よいしだ。誰が読んだんだ？安原浩二からかわないで、商人の娘に詩なんか書けないわ。返して。本当によいしだ。はいしてってば。レイシティさん、これは意に優れる良い詩だ。本当に？主席の私が言うんだ間違いない。君が良いと言えば良いんだ。数日後には市政祭だ。そこで俺は詩で天下を震わせ、市政の名を響かせる。その時がお前の身請けだ。八丁の腰でお前を嫁に迎える。本当に？トーランさ、俺がいつお前を騙した？俺が公爵になり宰相になる時が、お前の良い暮らしの始まりだ。ええ、じゃあ、あまり長く待たせないでね。もちろん、今回は神崎水木にきっちり恥をかかせてやる。そうだ、主演。その時俺に着る服も用意してくれないか。あまりみすぼらしいのも嫌だからな。またそれね。おいおい、入園。素晴らしい詩だ。開けてもいい。柳原さんのこの詩は、天下に名を轟かせ、後世まで語り継がれるぞ。そうだそうだ。恐縮です。シェン氏では、この見事な詩で分断巨匠に一目置かれ、推挙されて科挙を受け、見事と三元中大を果たし、出世街道を歩んだのだ。あ、安原公美子だ。安原公美子が来たぞ。名神さん、どんな名詞をお持ちで？かけてもいい。モソ神さんの詩は、天下に名を轟かせ、後世まで語り継がれるぞ。買いがぶりですよ。あの俗物ども、工場も変えずに媚びを売りやがって。長神さんの詩は、後世に残る名作に違いありません。どうか、拝見させていただけませんか？そうです。どうか正信さんの詩才を拝見させてください。皆様のお褒めに預かり、感謝いたします。ですが、今回の文人司会の主役は私ではなく、神崎家の水木さんです。こちらが水木さんの詩です。あんな女に名詞が書けるか？所詮は下品な商人、このみやばな場を汚すだけだ。ああ、そうだな。
文人司会が商人の同苦臭に汚されてしまう。万一分担序章の機嫌を損ねたら我々も巻き添えだ。その通りだ。安原古士は歓迎するが、力さん、早く出て行ってくれ。前世、ヤゴワラカからの指示がなければ、彼らが私をこんなに罵倒するはずなかったわ。出て行け出て行け出て行けあなた、死の集いに身分は関係ないって私を励ましたのに、なぜ彼らが私を侮辱するのを黙って見ているの？ふん。私は文人だ。気骨がある。お前のような金臭い者と同調するなど絶対にありえない。お前が無理やり連れてこいと言わなければ、この神聖な場をお前に来たさせたりはしなかった。彼も柳原きかりと同じなのかしら。皆の者、司会は決して文人だけのものではない。詩を作ることは心を養い、優雅なひとときを楽しむことだ。誰もが思いを表現できる、君たちが作れるのに、なぜ水木さんが作れないのか。皆は未来の国の柱となるべきもの、綿所で人を妬んではならない。さもなければどうして民のために尽くせるのか。どうして清廉潔白な良い管理になれるのか。レキさん、申し訳ない。私たちが偏差だった。ああ、長年学んだ聖人の教えも、すべて犬に食われてしまったようだな。コンゼでは、彼はしっかりと私のそばに立ってくれている。綺麗事はよせ、サーバンを引く手で、まともな詩が書けるものか。たとえ書けたとしても、見苦しいだけだ。ごまをするには早すぎるぞ。もし彼女の詩がお前より優れていたら、どうするつもりだ？あいつが私に勝てるはずがない。よく知ってるんだから。前世で柳原人はずっと私を見下し、私を卑屈にさせ、人前に出られなくさせた。屋敷の中に閉じ込められ、彼の言いなりになるしかなかった。では、負けをしてみるか？負け？どちらの詩が優れているか賭けよう。負けた者は勝者の要求を一つ飲むんだ。レイシクさんは最近詩集を熱心に学んでいる。自信を失う必要はない。いいだろ。開けてやる。私の詩は必ず皆を驚かせ、天下に名を轟かせる神崎水木の詩など、私の指一本にも及ばない。前世で彼の詩が分断巨匠の心を動かしたのは、私が事前にお金を使い、好みを調べたから。今回は、がっかりすることになるわね。怖がらないで。私がいる。怖いならさっさと出て行け。かけるなら掛け金が必要だ。いいわ。何をかけるの？何を負けるかって？もし負けたら、私の股をくぐり抜けてもらう。じゃ、钻過去。これはあまりにも侮辱的だ。レイキさんは女性だぞ。こんな噂が広まったら、誰が彼女をめとるというのだ。これでは彼女に恥をかかせようとしているだけではないか。いいわ。あなたが負けたら、私のスカートの下を張ってくぐってもらうわ。爬過去。負けはしない。粗作ですが、これが柳原の作です。矢後原さんのこの詩は実に素晴らしい。情景描写に見せかけ、川風の気骨と狩りが飛翔するような邪心を秘めている。まさに傑作だ。確かに素晴らしい。柳原さんは訓学でも成績優秀だし、力さんは負けるだろうな。これが水木さんの詩だと？素晴らしい詩だ。どうしても優劣をつけるなら、柳原さんの方が少し劣るな。川崎水木がどうしてこんな名詩を？私の詩はどう？チュンフ極まりない。
私の詩に比べれば大したことない。よくも司会で披露できたな。ふん。ここは文人司会だ。好き勝手は許さん。素晴らしい。このような名作にお目にかかるのは久しぶりじゃ。ゆう先生、ごきげんよう。先生、私の詩がお気に召しましたか？暇な時に書いたものです。巨匠がお気に召すなら、この詩を差し上げます。君の歌は形ばかりで中身がない。清白で粗末、可もなく不可もない凡作だな。なんですって？おお、これほどの傑作をこの目で見られるとは、澄み切った心と豊かな感情を持つ者だけが、これほどの秀作を書けるのだ。ありえない。あんな三流商人、金にまみれた奴が、こんないい詩を書けるわけがない。君が書いたのか？やはり新しい才能が次々と現れるな。文壇序章のお褒めの言葉、過分に存じます。この詩は水木さんが書いたものです。弟子さんはこんなに若いのに、これほどの人生の悟りを開いているとは。未熟さですが、安原光日のご指導のおかげで、このような傑作を書くことができました。この詩は間違いなく、帝都に名を轟かせると、私は断言できる。力さん、自分を卑下してはいかんぞ。生まれ変わったから感じ方が違うのも当然ね。ありえない。絶対にありえない。奴の腕前は知っている。この詩は断じて奴が書いたものではない。八女原かか、負けたなら潔く認めて。いつ私のスカートをくぐり抜けるの？ありえない。絶対にありえない。この詩は安原正信の代筆だ。ただの商人で女だぞ。こんな詩が書けるわけがない。そうだな。十数年の効力がなければ、こんな文筆は無理だ。まったくだ川崎家の水木はただの女で、毎日商売の計算ばかりしているのに、こんなみやばな心と彫金があるわけがない。先生、この女は市井の商人です。この詩は絶対に代筆です。安原正信は彼女に飼われている紐で、彼が書いたに違いありません。この賭け、私は納得できません。もし本当に代筆なら、確かに文人の恥である。先生、私は代筆などしたことはありません。普段力さんの詩集を整理する手伝いをしているだけです。誰が信じるか、彼女にこんな良い詩が書けるわけがない。安原なさしん、紐になるためなら恥も外聞もないんだな。安原小氏は清廉潔白よ。あなたなんかが評価できる人じゃないわ。もし納得できないなら、もう一度勝負しましょう。先生、お題を出してください。柳原家来ともう一度勝負します。彼を心底納得させてみせます。その場で詩を作るなんて、恥をかくのが怖くないのか。どうしたの？怖いの？誰が怖いって？受けて立つだけでなく、負け金も増やしてやる。望むところよ。さっきの股くぐりだけでも十分恥辱だろう。まだ賭けを増やすのか？負けたらもう人前で顔を上げられないぞ。とら。お前が負けたら、俺の股をくぐるだけでなく、次の試験に必要なものをすべて揃えろ。三冠続きの屋敷に、下男下女10人ずつ、毎月1000両だ。さらに10連さんを身請けして、俺のそばに置け。ふざけた要求じゃないか。まったくだ強盗と変わら。これはほんの序の口だ。筆記試験に受かったら、その後の費用も全部お前が持て。いいわ、約束する。え、本当に？ちょんじしたぞ。だが、あなたが負けたら？どうだってんだ？どうせ俺は負けない。私の裾をくぐるだけでなく、ヤンハラ正信には及ばないと3度大声で叫びなさい。まさか私のために。彼がグレーだから、私が代わりに名誉を守るのよ。どうせお前は勝てない。さっさと始めよう。よし。では、絵画の眉を題とし、時間は線香1本分だ。はい。先生、かごりの用意ができました。よし。
始めよう。かなり珍しいお題だ。難しすぎるぞ。わけに乗らなくてよかった。1000個1本の間じゃ到底無理だ。時間です。皆の者遠慮はいらん。所詮は小金持ちの商人の娘だ。字が読めるだけでも奇跡だ。皆、遠慮なく批判してくれ。どんな汚い言葉でも受け止めるだろう。前史では、毎日柳原かころに暴言を吐かれ、詩の才能を否定されて、自信を失ってしまった。でも今は違う。粗作です。先生ご指導をお願いいたします。賭けののこみゃつ。しおせて軽く、半島の銀さ牢を帯びて明らかなり、風が糸先を払い古下に震え、そなしく薄き殻を残し、枝に横たわる。先生の時間を無駄にするな。お前の打作と四川の詩では、天と地ほどの差がある。皆の時間を無駄にするな。早く約束の銀と屋敷を手配しろ。筆記試験は目の前だ。私の宰相への道を邪魔するな。先生も私の詩が素晴らしいとお思いでしょう。当然のこと。私は学問の神の生まれ変わり。三崎水木の邪魔がなければ、とっくに三元を制覇していました。今日のご恩はいずれ必ずお返ししますよ。私の名声が天下に轟いた暁には。その通りだな。その通りだ。この二つの詩は、確かに天と地ほどの差があるな。一个在地下。半分残る前にぬくもりあり。糸の後に昔の恩を忍ぶ。小文銃の包みがなければ、赤木の門を叩くんがとはなれまい。野釜湯の蛾は、ぞし箔を破り、天高く飛ぶべし。この境地と見識には、わしでさえ及ばぬ、これぞ千個の佳作よ。千古之佳作や。先生、見間違いでしょう。それは私が書いたものではありません。お前の詩は言葉を並べ立てただけで、俗悪の極みだ。名前の外見を書いただけで、中身が全くない。詩とは呼べ。ありえない。俺は文曲祖師の生まれ変わりだぞ。これほど文才のない文曲詩など見たことがないわ。文曲星。柳原かい。勝負はついたわ。約束を守りなさい。ありえない。たかが下等な商人が、俺と張り合えるはずがない。怎么与我相比啊？柳原かい。私を疑うのは勝手だけど、分断巨匠である先生まで疑うつもり？わしは数十年にわたり分断に身を置くが、権力に媚びたり嘘をついたりはせん。誰がわしの名誉を汚すというのだ。面賞もございません。私の学識が浅かっただけです。学識が浅いと認めるなら、さっさと私の股をくぶって、安原久美子にはかなわないと3回叫びなさい。あなた。沈如意。神崎水木、ただの冗談だぞ。本気にしたのか？商人の娘を相手にする気はない。用があるから失礼する。誰か。神崎水木、いい加減にしろ。俺は巨人だ。苦の人にひざまつく必要もない。女のスカートをくぐるわけないだろう。スカートが汚れるのはこっちも嫌よ。物分かりがいいな。でも、
安原姫子にはかなわないと3回叫びなさい。じゃないと返さないわよ。そうだ。早く叫べよ。負け惜しみか。叫べ。自分の言葉に責任を持てぬなら、この先の筆記試験にも参加する必要はないだろう。言えばいいんだろ。俺は安原久美子にかだいません。もっと大きな声で、ご飯食べてないの？俺は安原久美子にかだいません。もっと大きく。食べてないなら、おまんじゅうを2つあげるわよ。俺は安原君子にかみません。俺は安原君子にかみません。俺は安原君子にかみません。これでいいだろう。はははは。私のためにそこまですることはない。彼が無礼なのが許せなかっただけよ。あなたの功績は自分で勝ち取ったもの。私から見ればあいつより100倍も優れてるわ。レキさんの詩の才能がこれほど高いとは、先ほどは我々の見る目がありませんでした。そうです、そうです。教えてください。前世では皆が私をいじめ、視界から追い出そうとした。今は選ぶ人を間違えなかったから、結果も大きく変わった。リヒさんが嫌でなければ、私の視界の門はいつでも開いていますよ。私のようなものが、先生のそんなご好意を受けられるでしょうか？レヒさんは謙虚ですね。そういえば力さんの詩は、安原久美子が教えたのでしたね。今年の筆記試験では、私の見立てでは、安原久美子が間違いなく一番になるでしょう。先生のお言葉、ありがたく存じます。もう数日で筆記試験ですね。安原久美子、無理はなさらず、お体に気をつけてください。メイキさん、お気遣いありがとうございます。私はただ早く合格して、願いを叶えたいだけなのです。もうすぐ筆記試験だ。俺は絶対に成功してやる。前回も一躍有名になって、豪華な輿で私をめとるって言ってたじゃない。結果はどう？今はどうなのよ。去年の司会でのあなたの醜聞。私の耳にも入ってるわよ。あれは全部神崎水木のせいだ。あいつのせいで皆の前であんな恥をかいたんだ。絶対にあの女が裏で金を払って分断巨匠を買収し、俺を笑い物にしたに違いない。裏で糸を引いていたのはあいつに決まってる。じゃあ次はどうするつもりなの？数日後には筆記試験だ。この1年必死に学んできた。絶対に一番を取って出世してやる。君への約束も必ず果たす。わかったわ。もう一度だけ信じてあげる。だがもう一つ手伝ってほしいことがあるんだ。もう一つ頼みを聞いてくれ。何かしら？網を貸して。あいつが筆記試験を受けられなくなれば、私の邪魔をする奴はいなくなる。数歳夫人の座は、お前のものだ。安原光光、招待状です。安原後期の彩色を伺い、ぜひお会いしたく。酒と料理を用意して、酔いつぶれるまでお付き合いしますわ。湯煙より。ノーエム。これ柳原腐れがよく口にする遊女の名前じゃないか。どうしたの？ルセンが正論に誘ってきた。多分。柳原きらりの罠だ。力さんにお任せするよ。安原講師は今や引っ張りだこね。交通楼の看板娘のお誘いなら、
私に聞く必要ないわ。相手が誰だろうと、私の全ては水木さんがくれたもの。決めるのは水木さんだ。君が許可するなら行くし、許可しないなら行かない。なら、向こうから誘ってきたんだし、相手の策に乗って何を企んでるか見てみましょう。わかった。安原コーズ、以前からその文才をお見待いしていましたが、お酒もこれほど強いとは。いや、もう飲めない。もう一杯だけ、これを最後に。アンバラコーズ、アンバラコーズ。出てきて。これは千夜よよ。凄腕でも3日は目を覚まさないわ。安原正信のようなひ弱な書生なら7日7番は起きないわ。筆記試験も逃すはずよ。これで奴も俺には勝てまい。行くぞ、試験会場まで送ってくれ。軍海賊。はい。はい。安原なさしぬはやはり来ないな。俺たちの計画は成功だ。龍玄海。はい。アクラ正曽根。アクラ正曽根。奴は今も香水楼で泥酔中だ。起きて筆記試験を逃したと気づいた頃には俺が主席だ。いずれ神崎水木を土下座させてやる。3度読んで返事がない場合、試験は危険とみなす。安原正信！はい。はい。お措置にいたしました。なぜここにいるんだ？七が西方から持ち帰った酔い止めの薬です。1000杯飲んでも酔わず、痺れ薬にも効きますわ。じゃあ私がどこにいるべきだと思う？全員揃ったな。筆記試験を始める。時間だ。筆を置け。答案を回収する。ああ、待って待って待って。安原正信のせいで気が散ったじゃないか。ふん。だが俺は文才がある。今回は絶対に首席だ。おい、合格発表だ。早く見に行こう。早く。今回はかなり準備したし、どうあっても首席合格だろう。大丈夫。落ちたら落ちたでいいじゃない。昇進は絶対に落ちただろうな。あんなに酒を飲んでまともに試験を受けられるわけがない。どうして落ちたのか？俺に言わせれば、それがお前の本当の実力ってやつだ。リスキ、紐を囲うからだ。俺の足元にも及ばないと言っただろう。今回俺は筆記試験で首席に受かった。早く俺を、海本様と呼べ。病気なら医者に行けば。おい、まだそんな口の利き方ができるのか？後で俺に泣きついても、お前の汚い金なんか受け取らないからな。ぺ！どいてくれ、どいてくれ。筆記試験の首席のお通りだ。誰だ？筆記試験の首席は、安原正信。そんな、どうして今回も安原正信なんだ？あいつ一体何を得意がってるの？あいつ落ちたんじゃなかったのか？
彼は落第したんじゃないのか？誰が安原公子が落第したって？レイキさんの贈り物を落としてしまい、自分を責めていたのです。何を悲しんでいるんだ？俺は。いいの。私のものはあなたのものよ。落として正解なものもあるわ。女無やら会じゃないか？本当だ。首席を夢見てたのに、再会とはな。再シャイか。ありえない。なぜ今回も最下位なんだ？前の人生では三冠だったのに。ヨニュワラ、あんたの転落人生はまだ続くわよ。今回は私の助けがないから、ずっと下り坂ね。行くわよ。帰ろう。神崎水木、信じないぞ。お前が金で試験官を買収したに違いない。仕えてやる。正当な裁きを求めてやる。誰だ直訴の太鼓を叩くのは。何の用だ？後進勢の柳原海だ。神崎水木が筆記試験の試験官に賄賂を渡し、官書を結託して俺の道を断ったと告発する。お裁きを。海底。地粛に。お代官様、私、柳名世界が筆記試験の主席になるはずでした。彼女が試験官に賄賂を渡したせいで、私は最下位に。どうかお代官様、私のために裁きを下し、科挙の場に清廉さを取り戻してください。詳しく話せ。神崎家の水木が試験官に賄賂を渡し、安原正信に事前に試験内容を知らせたからこそ、彼が主席になったのです。前の世では、彼女はこのような卑劣な手段で、私に便宜を図っていました。柳原浩二、ご安心を。大金を使って根回ししました。試験官の好みも把握し、過去の試験官にも予想問題を作ってもらいました。きっと主席になれますわ。金の無駄遣いだ。そんなことしなくても、俺は主席になれる。前の世で神崎家の水木が俺に根回しをしたように、この世でも絶対に安原正信に同じことをしたに違いない。間違いない。お代官様、私は後ろ指を刺されるようなことは一切しておりません。試験官様に賄賂など渡していませんし、柳在外が言うように、事前に試験問題を知っていたということもございません。安原申しの成績は潔白です。お調べください。前の世では、私が大金を投じて、柳外のために試験官の好みを調べたのは、彼自身が役立たずで自分の実力では受からないからに過ぎません。安原小ニ子は真の才人ですから、私の助けなど全く必要ありませんわ。よくもそんな言い逃れを。お代官様、どうかこの場で答案を改め、神崎家の水木を賄賂の重罪に処してください。先生、お気になさらず、私は常に清廉潔白、調べられても構いません。よし、誰か。はっ。過去から、安原正信と柳原海の答案を持ってこい。ここで調べる。はっ。先生も私と一緒に答案を調べてください。私が商人と結託して不正を働いたと言われないためにも。そうそう、これだ。安原正信の答案には絶対何かある。私が見る限り、この答案は字も丁寧で、文才もあり、何の問題もないぞ。これは。これはお前の答案か？あ！時間だ。筆を置け。回収する。あ、待って。あの日、回収が急すぎたからだ。古典の汚れは、本来なら考古には比れず即落第だ。私が文章に才気を感じて、合格にしてやったのだぞ。まさか自ら災いを招くとはな。アギをあだで返されるとは。ふん！
でもそんなはずは、これは草書だぞ。どうして答案が汚いことになる？お前が金で試験官を買収したに違いない。お奉行様。これが当家の今月の帳簿です。すべての出入金が明確です。もしそれほどの大金を不正に使ったのなら、帳簿に必ず不審な点があるはずです。どうかお調べください。持ってこい。私は生涯清廉を貫き、賄賂を受け取ったことはありません。我が家の帳簿も明確です。どうぞ人を使わしてお調べください。確かに帳簿は明確で偽造の余地はない。ありでない。そんなバカな。ヤロハラさん、順位は低くとも筆記試験に合格したのだから、将来は必ずや国家の忠席となるはず。このような汚い手で他人を陥れるべきではない。ありえない。お前ら全員結託しているんだ。私は訴えてやる。静かに。ちょうど良い。私もこの受験生を名誉毀損で訴えます。今日こそ、この件について納得のいく説明を求めます。これより判決を下す。神崎水木の帳簿は明確であり、弱いの事実はない。試験官の安原先生は才能を惜しみ、お前を筆記試験に合格させたにもかかわらず、公衆の面前で悪意ある告発を行った。不正な風習を正すため、法にのっとり、見せしめとして柳原嫌いに杖打ち20回の刑を処す。私は学者ですよ。苛打ち20回なんて命に関わります。私を撃たないでください。私は朝廷の後進生ですよ。後進勢なら、三品の体幹を公衆の面前で中傷し、勝手にトゴングゾも叩いてもいいと？厳罰に処さねば、誰もが朝廷を疑うようになるわ。神崎水木、このバイジョンなめ、絶対に許さないぞ。私は帝王の命を受け、14年も試験官を務めてきた。朝廷に多くの人材を送り出し、常に清廉潔白だった。こやつを厳罰に処し見せしめにせねば、朝廷の方に顔向けできぬ。私が間違っていました。反省しております。今回だけはお許しください。ああ、私は後進生だぞ。刑は免除されるはずだ。私は朝廷に任命された試験官であり、天下の祭司の師である。お前を撃つのは当然だ。何か問題があれば、私が責任を取る。引きずり出して撃て。やめてくれ。やめてくれ。ヤニワラかい。生まれ変わった根性では、その無様な人生を存分に味わうのね。神崎水木覚えておけ。絶対に許さない。待てよ。まさかあいつも生まれ変わったのか？お嬢様、安原久美子に本当にお優しいですね。法事が安原久美子をお招きしたのだから、礼儀を書いてはいけないわ。おい、神崎水木。矢野岩らかい？どうしたの？板打ちじゃまだ足りない？神崎水木、お前も生まれ変わったのか？神崎水木、他の奴らは騙せても、俺の目はごまかせないぞ。今世はどうも邪魔が入ると思ったら、お前が生まれ変わって俺をはめたんだな。私が生まれ変わったと知られれば、警戒され、安原久美子の今後の試験にも不利になるわ。神崎水木。やいうらかい、バンドチされたのはお尻じゃなくて頭なの？昼間から何を寝言言ってるの？他の奴らは騙せても、俺は騙されないぞ。自分が生まれ変わったと言いたいの？じゃあ言ってみなさいよ。前世で私たちはどんな関係だった？
家族を惨殺したあなたがどう言い訳するのか見せてもらおう。前世で君は僕の、なんでもない。金に目がまぶんだ商人の娘が、この宰相と何の関係がある？それは本当に良かったわ。それにしても、生まれ変わったのに、まだそんな情けない生き方をしてるのね。私なら、恥をかく前に川に飛び込んで死んでるわ。丢人现眼。まさか彼女は転生してない？考えすぎか？病気なら医者に行きなさい。毎日狂ったこと言ってないで。慈悲深いお嬢様が、医者に行くための一文を恵んであげる。彼女は絶対に転生していない。神崎水木！よくも私を侮辱したな。この私が未来の宰相が金に目がまぶんだ女と話すためにここまで身を屈するなんて、恥さらしもいいところだ。どうやら信じたようね。消す犬は道を塞がないものよ。これからは私の目の前をうろつかないで。どいて！お嬢様、どうぞ。お嬢様、お帰りなさいませ。扉を閉めて。神崎水木、覚えておけ。神崎水木が転生していないなら、文曲星の才を持つこの俺が、必ずまた宰相になってやる。その時こそ、お前と安原正信を足元に這いつくばらせてやる。ああ。八重様、また私の曲を聴きに来てくださいね。もちろんさ。ルシエン、何をしている？ヤグワラかい。何しに来たの？僕たち、約束したじゃないか。君は僕のために宋を守り、僕が秀才になったら身請けして制裁にするって。あなたごときが、二度も最下位で、試験官を中傷し、堂々たる後進生が公の場で板打ちの刑。今じゃ町中が知ってるわ。大恥をかいたこと。なるほど。あなたがかの有名な柳原三元殿でしたか。毎回最下位で三元とは。失礼。あなたが秀才になるのを待つくらいなら、自分で生きる道を探した方がマシよ。ヌエン・キムすら僕が公主や宰相になると信じてくれないのか。李仙さんは最速兼備だからな。芸を売るだけで体を売らないのでなければ、俺も李仙さんと楽しみたいところだ。法華庭の舞姫など寿縁さんには遠く及ば。また目の保養に来させてもらおう。ありがとうございます。和也様、お気をつけて。放茶亭か。前の人生では公主という大船に乗り、コネで出世街道を歩んだんだ。この人生、転機が来たぞ。俺の転機が来た。さっきは一時の気の迷いだ。怒らないでくれ。高家庭という人脈があるなら、なぜ早く言わなかったんだ。言ってもあんたは秀才にはなれないわ。私の見立てじゃ、あんたは野佐信さんに頭を押さえつけられる運命なのよ。ロコレは神崎水木と正信にはめられたからじゃないか。俺には金も背景もないが、神崎家には金があり、官民癒着してるんだ。俺のように清廉潔白で貧しい書生が、これほどの才能を持っているんだ。後ろ盾さえあれば、秀才としてトップ合格し、出世できるに決まってる。本当？これだけ長く一緒にいて、まだ俺のことがわからないのか？俺が出世した暁には、お前を一等直命夫人にしてやるよ。一等直命夫人。それで、私にどうしてほしいの？お前が公主の前に俺を推挙してくれれば、必ず彼の食客になってみせる。三崎家、総務地を受けよ。天の命を受け、帝王が土地を下す。神崎家は使いに商いを広げ、南川一の不毛である琴殿下の生誕が近いゆえ、神崎家は新鮮な果物を献上せよ。特にリージを重んじよ。これに成功すれば、御将に昇格させ、
5家の商いを代行させる。以上。ご恩に感謝いたします。霊王のご信頼に感謝いたします。神崎家はご恩に背くことなく、全力を尽くして御託物を準備し、御田殿下ご生誕をお祝い申し上げます。グオムの献上は神崎家の存亡に関わる。この世でも、やはり来たのね。徳子様、ご苦労様です。帝王も重く見ておられる。抜かりなく頼むぞ。はい。ご安心ください。お気をつけて。おや力。気分でも悪いのか？いいえ。おかしいな。いつもなら少し儲けただけで大喜びするのに、今日はこんな大きな商談が舞い込んだというのに、なぜ浮かない顔をしているんだ。前世で柳原控えに嫁いだ後も、伊田殿下権生誕に新鮮な果物を献上するよう勅示を受けたわ。カム殿下の犠牲誕が近い。神崎家は新鮮な果物、特にライチを献上せよ。以上。神崎水木、特授を受けたまわりました。帝王のご恩に感謝いたします。徳子様お気をつけて。あなた、これが成功すれば、神崎家は5勝よ。もうあなたに恥はかかせないわ。5勝がどうした？所詮は最下層の商人金臭いだけだ。それに成功するとも限らない。失敗したらお前の一族の破滅じゃ済まない。俺まで巻き添えだ。お嬢様、伊田殿下のお好きなライチがすべて腐ってしまいました。ご縁まであと3石しかありません。どうしましょう。ライチがなければ、帝王は必ず罰を下すわ。5勝への昇格どころか、神崎家一族の命すら危ういわ。だから無理だと言ったんだ。たかが金持ちの娘が5将になりたいなどと。これでライチもなくなった。さあどうする？あなた、稲喧嘩の源生誕は今夜なのに、どうすればいいの？私を巻き込まないでくれ。離縁状だ。私と離縁する気？当然だろ。神崎家は帝王を欺く罪で、一族皆殺しになるんだぞ。だが夫婦のよしみだ。離縁しなくてもいい。解決策がないわけでもない。どうやって？神崎家の財産の半分をよこせ。私が手を回してやる。それとも一族皆殺しを待つか？自分で選べ。お父様、まずは勅示をしまってください。私が少し考えます。どう対処するか。ああ、そうだな。それがいい。今世は何があっても神崎家を守り抜くわ。安原小氏は二度も首位とは、まさに人の上の人だ。ただして三元を制覇するのも夢ではないな。私など学が浅く、運が良かっただけです。いやいや、朝廷は恐ろしいところだ。惜しいことにヤスパル小西は貧しい家ので、私の門下に入りヘムを受けないか。必ずや将来の出世を約束しよう。宝司が私を呼んだのは、仲間に入れようという魂胆か。宝司のご厚情に感謝いたします。しかし、学生の身では力が及びません。なんだ、不満か？面相もございません。
ただ、ドン氏は帝王自ら出題されます。万が一お怒りを買えば、公主にご迷惑がかかります。もし三元を制覇できたなら、公主の教えを胸に、富のために尽力いたします。家に用がありますので、これにて失礼いたします。死のほど知らずね。おや、安原正信じゃないか。ふん、表面上は派閥に入らず気高いふりをして、本当は後ろ盾を見つけて近道したいんだろう。ヤゴウヤラさん、そんな歪んだ考えを持つくらいなら、科挙の勉強に力を入れた方がいい。毎回最下位にはならないはずだ。安原正信、何様のつもりだ。私を馬鹿にするとは。公主に気に入られれば、お前も神崎水木も絶対に足元にひれ伏させてやる。王子様。おや誰にそんなに腹を立てておいでで？这样。どうせ安原正信の空変儀のせいでしょう。川崎家の後ろ盾を得たからと、公主様をコケにするとは。成績最下位の柳原平か。ここへ何をしに来た？もちろん公主様の手足となって働くためでございます。己を過信している愚か者は泥に叩き落とし、公主様の足元にも及ばないと思い知らせるべきです。なかなか物回りがいいな。公主様のために働けるなんて、この上ない幸せでございます。お前を幕賓にして私に何の得がある？宝珠様、金はお入り用で？神崎家は妃殿下ご生誕に、新鮮な果物を献上する後を受けました。それを利用して公主様をお祝いするのです。どういう意味だ？ライチは1日で色が、2日で香りが、3日で味が変わります。もし道中で腐って悪臭を放てば、皇帝を欺く大罪となります。その時少し手を加えれば、三崎家は財産の半分を差し出すでしょう。それを公主様へのお祝いとするのです。よかろう。ではこの件はお前に任せよう。成功すれば、お前を幕賓として迎え入れよう。私の推挙があれば、出世どころか、公主や宰相になるのも夢ではない。社員は必ずや任務を遂行いたします。前世で神崎家は財産の半分を失った。今世こそ同じ轍は踏まない。累進。ただいま。ゆるじがんかくちか。これは1万両の銀票よ。どの人生活費に十分足りるわ。そしてこれ、屋敷の権利書よ。今日からあなたのものよ。これは使用人たちの身売り証文よ。みんな信頼できるから安心して、これから、これらはあなたが保管して、あなたとお母様のこれからのことは私が全部考えておいたわ。もしどの市に受かれば、あなたは出世できる。もしダメでも、これらの資産で残りの人生を十分暮らしていけるわ。私を追い出すつもりか？神崎家は勅命を受けたの。稲戸殿下の権生誕の件は、好機でもあり、危機でもあるわ。下手をすれば一族皆殺しよ。あなたを巻き込みたくないの。ルイシー、僕は行かない。巻き込まれても構わない。でもじゃない。君が君学で僕を選んだ時から、共に栄え共に滅びる覚悟だ。球児だからって逃げるわけないだろう。前世、ヤギ柄方は巻き添えを恐れ、早々に離縁状を用意していたわ。後で危機を救ってはくれたけど、三崎家の財産の半分を脅し取った。でも、安原小氏は。私、安原正信は生涯、どんな運命でも決して離れない。昇進。下殿所義将誕の件は必ず成功させるわ。神崎家を帝都一の御将にしてみせる。さずも合っているし、
品質も問題ない。この果物は傷みやすいから、運ぶときは慎重にぶつけないようにして。はい。安心して、きっとうまくいくよ。今夜は非天下ご生誕よ。果物の鮮度をしっかり保つように。特にこのカゴのライチは、絶対に失敗は許されないわ。はい。神崎水木、剣殿下ご生誕を成功させて5勝になるだと？夢でも見てろ。この熟成粉を使えば6時間以内に果物はドロドロに腐る。その時こそ、お前たち神崎家の最後だ。宝珠、今夜はとくとご覧ください。いずれ神崎家の資産の半分は、あなたのものになります。ことがなれば、そなたを熱く下しよう。必ずや秀才の座を勝ち取らせてやろう。感謝いたします、公主。帝王キノコ電車のおなり。ケト電車のお誕生日、おめでとうございます。霊王のご健勝とご長寿をお祈りします。お目をあげよう。神崎賢者のお誕生日に、三崎家より新鮮なライチが献上されました。神崎家のもの、前。霊王の御心遣い、深く感謝いたします。今日はそなたの誕生日だ。そなたが主役だ。早く持て。これは献上できません。これは献上できません。あなたは何者ですか？この果物は非天下ご指名の品。なぜ献上できないのですか？その通りです。帝王が神崎家を果物の運搬役に指名し、これから献上するというのに、あなたがダメだと言えばダメになるのですか？八女原公蔵。我が神崎家は、帰化殿下にライチを運ぶため、特別に水路を開通させ、産地から直送できるようにし、さらに鮮度を保つ方法も用いました。すべては帰化殿下に、新鮮なライチを味わっていただくためです。あなたが引き止める時間が長引けば、その分だけ果物の鮮度は落ちます。責任を取れるのですか？止めたのは君を救うためだ。裏った果物を帝王と非殿下に献上するなど、これは治勲の罪だ。神崎家にその責任が取れるのか？ライチはもともと保存が難しく、運ぶのも大変です。あの人の言うことにも一理あります。神崎家が新鮮なライチを届けられず不つっていれば治勲の罪。治勲となれば旧族皆殺しですぞ。そうだ。神崎家が献上したのは新鮮なライチではなく、むさったライチだ。八湯原かい。もしこのライチが新鮮だったらどうするの？もしこのライチが新鮮だったらどうするの？ありでない。自分で熟成薬を入れたんだ。今頃ただの黒い水になっているはずだ。運ばれたのは一箱だけだと調べはついている。それが新鮮なわけがない。神崎水木、よく考えろ。これを帝王に渡せば、もう引き返せないぞ。しかも今日はご縁下だ。果物に問題があり、お顔を汚して悲惨な死を遂げないように、親切で忠告しているんだ。どうした？神崎家ライチの輸送を引き受けたはずだが。
彼が言うように新鮮なものが出せないのか？私には新鮮なライチがある。神崎家の財産の半分をくれるなら、この難局を乗り切る手伝いをしてやろう。そういう魂胆だったのね。アケンディショ店舗そして、家にある骨董品や金銀財宝を渡せば、助けてやれる。さもなくば、金主を欺いた罪で神崎家は皆殺しだぞ。絶対に渡さないわ。貴様。どうする気？どうする気？早くしろ。リキさんと一体何を話しているんだ？そうよ。糸殿下に新鮮な果物を献上する気はあるの？いいだろう、神崎水木。痛い目を見ないとわからないようだな。なら死を待て。あ、やっぱり腐った果物だ。やはり腐っておる。帝王、ケデン社ご覧ください。三崎家はやはり腐ったライチを、根殿下の誕生祝いに献上したのです。これは帝王と妃殿下を軽んじる、まさに大逆無道です。帝王、ゲット電車。神崎家は南川一の富豪と名高いですが、巷の噂では、帝王の国庫に匹敵するほどの財力だとか。しかし帝王の命を受けながら腐った果物を献上するとは、まさに治勲の罪。川崎家は少し金があるからと、帝王まで軽んじる気ですか？このような金におごる図章は、見せしめに処刑すべきです。その通りです。帝王、神崎家が新鮮なライチを出せないのは従勲の罪。一族を処刑し、財産はすべて国庫に没収すべきです。もっともだ。誰か、帝王。神崎家が貢ぎ物を出せないと誰が言った？そんなバカな、ありえない。霊王、ケト殿下。これこそが神崎家が干支殿下の下生誕を祝して用意した贈り物です。神崎家は妃殿下の下生誕を大変重んじており、様々な果物を用意しました。例年の果物に加え、西国や南寺などから帝国では珍しい果物を特別に取り寄せました。そのため、少々時間がかかってしまいました。この果物は本当に珍しい。この仏の頭のような果物は何ですか？これは仏心花といい、別名仏心効果とも申します。その形は仏の慈悲のように広く、味は清らかで甘く、まるで聖なる心が長く続くかのようです。この果物は霊花といい、幽満で潤いがあり、まるで飛天下の白く美しい腕のようです。霊王と飛天下の万事順調と、長久の福をお祈り申し上げます。うん、素晴らしい。貢ぎ物を持って参れ。本当に新鮮ですね。うん。神崎家の心遣いに感謝します。ですが、さっきの腐ったライチはどういうことでしょうか？リーカと妃殿下にお答えします。誰かが悪意を持って妃殿下への献上品を台無しにしたため、私はやむを得ず、無わった果実で悪党をおびき出す策に出ました。そして目を欺き、本物の果実を守ったのです。神崎水木。おたれる気か。どうせ不正な手段でこの果実を運び込んだんだろう。でなきゃこんなに新鮮なはずがない。俺は確かに。確かに何？確かに。私が献上した時から、あなたは邪魔ばかりしてきたわね。神崎家は妃殿下のご昇誕のためにわざわざ水路を開拓したのよ。それなのに、腐った果実を献上したと私を陥れた。どうして果実が必ず腐るってわかったの？献上品を悪意で傷つける者こそ、帝王を軽んじ、おのくものです。上之人。
この者は献上を阻もうとしていたが、なぜ果実が腐ると断言できたのだ？もしかして、彼が裏で手を引いていたの？そうだ。お前はなぜ知っていたのだ？帝王木の手電車。私はライチが腐っていると思い、イノテンカがお体を壊されるのを案じて途中で阻んだのです。この遠い道のりでは、普通はライチが運べるとは思いませんから、私の浅はかな考えでした。帝王、この者が、私の献上品が腐っていると何度も言ったのは、彼自身が果実を腐らせたからです。神崎水木手たらめ言うな。私はただ君のためを思い、帝王や非天下のお体を気遣っただけだ。それなのに濡れ衣を着せ、私を陥れようとするのか。私はこの国の皇珍世だぞ。帝王の御前で私を陥れて、どうなるか分かっているのか。あなたに無関係なら、なぜそんなに焦るの？なっただのでっち上げだ。いいだろう、私がやったと言うなら、証拠はあるのか？証拠があります。帝王、私に証拠があります。証人をこの場に呼ぶお許しを。許す。呼べ。はっ！ぼやぼやするな。早くこれを片付けろ。帝王、処理人を連れて参りました。誰だ？神崎水木。適当な奴と口裏を合わせて私を陥れられると思うなよ。私めは同心堂天主でございます。米花と秘伝家にお目にかかります。神崎家よ。この者がお前の言う証人か？はい、帝王。帝王、先日私めの薬屋で薬を買った者がおります。果物のを熟成させる薬でございます。その薬を買った者は、今日この場におるか？はい、その男です。でたらめだ。この地民め。よくも私に濡れ衣も私は当庁の新たな皇珍世だぞ。自分がどれほどの罪を犯したか分かっているのか。ビーカ、カーツミンは決して嘘など申しません。今日は気候のせいで普通の果物は運ばれる頃にはすでに売れており、熟成粉を買うものは稀で、数年に一度しか売れません。このものが買いに来たのを、カーツミンははっきりと覚えております。彼です。やはり彼だったか。熟成粉を買って他人の果物を台無しにしておいて、今度は君主を欺いたと他人に罪をなすりつけるなんて、本当に万死に値するわ。名士組の言った通り、柳原会は貢ぎ物に手を加えたよ。それなら、最後まで彼の芝居に付き合ってあげるわ。神崎家を狙うなら、このご縁で自業自得の結末を味わわせるわ。下がってよい。感謝いたします、陛下。よくも、安原正信。外の天使と結託して私を陥れるとは。無礼者。ビーシャ、お許しください。お許しを。ビーシャ、お許しを。お許しを。遺伝者の祝いの品を悪意で壊し、無礼を働き、さらに宮園で騒ぐとは、柳長井を引きずり出し、処分せよ。ビーシャ、お許しを。陛下。公主、助けてください。私がしたことはすべてあなたのためではないですか。公主。黙れ！你敢害本官！だて、お前はどういうことだ？回事？ビーシャ、お許しを。この卑しい者が神崎家が秘伝家に送ったしまいの品に問題があると言ってきたのです。瀬も陛下と秘伝家のお体を案じて、ボロ資源を信じてしまったのです。誰が？この卑しい者が祝いの品に細工をするなどと。瀬も彼に騙されたのです。宝珠の身分で甘い言葉に騙されるとでも？いえ、
もしかして報酬には別の企みがあり、二人は結託していたのでは？いえいえ、陛下お許しを陛下お許しをこの卑しい者が出世を望んでやったに違いありません。陛下、神は本当に彼に騙されたのです。陛下、どうか柳原記者を厳罰に処し、神はお許しください。B 社。B 社、今日は新根家の誕生日ですから、血を見るのはやめにしませんか？では、愛妃の言葉に従おう。B 社のご恩に感謝いたします。感謝いたします。だが、死罪はむんぐじても、罰は免れん。柳原会には杖打ち40回、公主には減給1年を言い渡す。連れてけ。感謝いたします。矢野原会、ユンが良かったわね。せいぜい楽しむことね。レオ、ケト電車。私は今回水路を開通させました。今後ご要望がございましたら、神崎家はいつでも御家に新鮮な果物を提供いたします。よろしい。レオ三崎家は治癒兼備です。女子でありながら、私の生誕を見事に祝っただけでなく、冷国のために航路を開通させたのです。重い褒美を与えるべきです。私もそう考えておった。神崎家よ、前に出て勅命を着て。神崎家を帝国唯一の御将に封じ、桶の貿易を管理し、献上品を供給させる。帝王のご恩に感謝いたします。麺をあげよう。神崎水木、隣にいる殿方とお似合いですね。美しいお二人です。そなたが安原正信か。合司と筆記試験の双方で首席を取ったと聞いておる。鈍子での活躍を期待しておるぞ。全力で挑み、陛下と紫殿下のご期待に添えるよう尽力いたします。麺をあげよう。神崎水木、今度こそ絶対に許さない。数日後のどの市で一躍名を上げ、帝王の寵愛を得てみせる。その時になれば、お前も安原正信も、神崎家も全員踏みつぶしてやる。旦那様、大金を払って手に入れたの。これは帝王のお好みです。読めばきっと殿氏の役に立ちます。金毎日金の話ばかり金臭くてたまらん。私がいずれ宰相になればお前など釣り合わない。出て行け。何を突っ立っている。第二皇子。いいぞ、帝王の好みがわかっている。彼が最も第二皇子を気に入っており、3年後には第二皇子が天下を統一することもな。前世では、だなして第二孤児を大いに称賛したおかげで、帝王からの褒美を得ただけでなく、第二孤児が即位した後に私を大いに支持し宰相にしてくれた。復讐の機会が来たぞ。神崎水木、今度こそお前を足元に踏みつけ、無残な死を迎えさせてやる。
ルイシー、お前たちのおかげで神崎家は5将になれた。さあ、乾杯だ。資源では死の交渉というが、これで神崎家もやっと胸を張れる。5勝になれば儲けも増えるし、ご先祖様にも顔が立ちます。ルイシー、2人のおかげよ。母さんからも一杯飲ませてちょうだい。ルイシー。どうしたの？なんでもないわ。ただ、少し怖くなったの。もしあの時、柳原カセルの思い通りになっていたら、今頃私たちはここで酒を飲んでいるどころか、天牢にぶち込まれて一族皆殺しを待つ身だったかもしれないから。前世で柳原海は、殿路の時第二味を褒めたたえて帝王の寵愛を受けた。もし今世でも彼を成功させてしまったら、神崎家にはまだまだ災難が降りかかるはず。今回は絶対に柳原海に隙を与えない。香織、こっちへ。お嬢様。私の言う通りにして。神崎邸の暗儀に関わるから、必ず秘密にね。ご安心を。私は今日の百字通ですから、見事にやり遂げますよ。第二宝珠様、ただものじゃない。竜の門に竜の寝台、3年以内に玉座につく。こらこら、あっちで遊びなさい。早く行くぞ。急げ急げ。第二皇子様が天命の主だとさ。第二宝珠は天命を受け、3年以内に必ず皇位を継承する。いえ、これは大逆罪じゃないか。ご報告します。第二巫妃が皇位を継ぐという噂は、すでに今日中に広まり、皆が知っています。これならきっと帝王の耳にも届いているわね。よくやったわ。込みを受け取りなさい。ありがとうございます、お嬢様。何をそんなに喜んでるの？なんでもないわ。今度の殿路、あなたならきっと秀才になれるわ。それなら君の吉言を借りよう。私も復讐に行かないとな。力さんの気持ちを無駄にしないためにもね。第二皇子は残忍な性格で、前世では即位後に税を増やし、民を苦しめ、部族だを信じて謙信を重用し、神崎家は一族皆殺しになった。あんな暴君が皇位を告げないのは、民の福でもあるわ。私がまだ生きているというのに、第二巫女が後を継ぐという噂が私の耳に入ったぞ。どうした？私の巫女はそんなに早く私に取って代わりたいのか？帝王、お怒りをお鎮めください。帝王男子の候補者がすでにお待ちしております。宣示せよ。同志の受験者を店内へ。帝王のお尋ねとあれば、知る限り全てお答えいたします。ええ、私も同じく。私の3人のミニコについて、皆はどう見ているのだ？やはり前世と同じ質問だ。先頭の文章でも、第二孤児を大いに称賛しておいた。
前世と同じように答えれば、間違いなく帝王に気に入られ、秀才に指名されるはずだ。帝王第二宝珠は幼い頃から自ら文武を教えられ、その才能を深く受け継いでおられると思います。私の目から見ても、第二宝珠こそ天に選ばれしお方。第一皇子と第三皇子は、その引き立て役に過ぎません。よい。よく言った。ははは、帝王のお悩みをお分かちできるとは、無上の喜びに存じます。恐れながら申し上げますと、第二文字こそ天命を受けたお方なのです。安原金、そなたもそう思うか？次期皇太子の決定は国家の重大事であり、心よりも行いが問われるべきです。国と民の利益になる行いができるなら、平民であろうと個々であろうと、私の心の中では同じです。長身、お前は本当に命知らずだな。帝王は第二孤児を可愛がっておられる。今味方しなければ、第二孤児が即位した時に痛い目を見るぞ。今外でも噂が飛び交っている。第二孤児こそが天命を受けたものだと。続けよ。もし民を虐げ、無道な振る舞いをするなら、たとえ皇室の血筋であろうと、私は死を覚悟して制限いたします。もし民のために尽くし、民を我が子のように愛するなら、どのような身分であろうと、私は支持いたします。民の幸福を図ってこそ、決して衰えない太平の世を切り開くことができるのです。第二宝珠を支持しないなんて死にたいのか？黙れ！世はまだ死んでおらぬのに、新しい主君を支持するとは、世を軽んじているのか。それとも、早く死ねとでも思っているのか。B 社、私にそのような意図はございません。ただ第二孤子の能力が優れており、民間でも噂になっているだけでございます。黙れ！本日の天使王は結果を知った。皆の者、署名を聞け。ニャグチャンガイ。お前は第二孤児を熱心に支持しているのだから、第二孤児の風地へ行き、小さな軍の軍需となるがよい。お待ちください、陛下。なぜ前世と違うのだ？私は七子の教官に封じられるはずではないのか？安原正信。お前のその気骨、三元を制覇したな。世はお前を進化の秀才とし、六神の教官に封ずる。直ちに赴任せよ。B 社のご恩に感謝いたします。なぜ前世と違うのだ？お嬢様、ヤンパラコミコが殿司で首席となり、見事秀才に選ばれました。よかったわ。早く安原久美子を迎えに行きましょう。どうしたんだ？まだ出てこないぞ。来たぞ、出てきた！お前のせいで秀才を逃しただけでなく、ディートから追放されて九品の末端管理にされた。アンスラナサシン。俺は。ははは、秀才殿おめでとう。若くして見事だ。秀才殿は結婚しておられるか？うちの娘は16歳で未婚。古地書がすべてに秀でておるぞ。おい、あいつの言うことは聞くな。秀才殿、うちの娘はどうだ？剣術が得意で、文武両道であなたにぴったりだ。うちへ来い、うちへ、さあ。うちへ、あいつの言うことは聞くな。おい、聞くな。詳細で、うちへ来て娘に会ってくれ。商帝の重臣たちがこぞって、安原正信に娘を嫁がせようとしている。三崎水木がどれだけ尽くしても、結局は他人のための骨折り族だ。安原正信が彼女を娶るはずがない。いつまでいい気になれるか見ものだな。随分暗くなってきたのに、安原古氏はなぜまだ帰ってこないのかしら。どうしてあなたが？まだ待っているのか？諦めろ。安原正信は来ない。何を寝言を言っているの？自分を鏡で見てみろ。金にまみれた不肖の娘が、秀才殿に嫁ぐ夢を見ているなんてな。あいつが本気で君をめとると思っているのか？ただ君と神崎家の金を利用してひたらい上がろうとしているだけだ。アンスから講師はあなたのような打算的な小人じゃないわ。
アスハラマサシンが今何をしているか知っているか？彼はすでに帝王から秀才に封じられ、どれほど多くの高貴な霊嬢たちが彼に嫁ぎたがっていることか。もしかしたらもうどこかの名家の婿になっているかもしれないぞ。女優ちゃんが誰もがあなたと同じだと思っているの？神崎水木、まだ秀才夫人にでもなれると夢見ているのか？目を覚ませ。もしあいつが君をめとる気なら、とっくに来ているはずだ。いっそ俺に嫁いだらどうだ。俺は今、軍主に封じられ、しかも最も後継者に近い第二農地の領地にいる。君が俺にたっぷりと金を注ぎ込み、俺の立身出世の道を整え、神崎家の財産の半分を俺にくれるなら、少しばかり妥協して君をめとってやってもいいぞ。あ、お嬢様見てください。秀才殿がお帰りです。お嬢様見てください。秀才殿が戻られました。ヤフラコースが戻られた。お嬢様、安原富子が本当に戻られました。どけ。安原コースが戻ってきたのね。よく見てみろ。彼の後ろにいるのは花嫁の腰だぞ。矢の中にはどこかの管理の娘が乗っていて、住むにでも結婚するに違いない。ふん。神崎水木、早く俺の要求を飲むことだな。気が変わらないうちに、屋敷と田畑を用意して下働きを20人。お前らの財産の半分を俺の名義にしろ。そうだ。俺の遠い親戚も呼んで、丁重に俺たちを養え。そうすれば、お前をむとってやってもいい。その服は他の人に譲るわ。クシナの子役人の柳原海じゃないか。誰を馬鹿にしてるんだ。キュシナの子役人がロクシナの交換にあって、なぜ挨拶しない？アンスグラマサシュン、あまり調子に乗るなよ。ヤニューラカリ、俺の婚約者に無礼を働いたんだ。罰を与えて当然だ。あの男、あなたが重臣たちに気に入られて、元入りするから戻らないって言ってたのよ。そんなわけない。君以外、誰とも結婚しない。力、俺、安原正信は3度の試験を首席で合格し、ついに約束を果たす機会を得た。君をめとり、全力で一生守り抜くよ。全力で一生君を守り抜く。必ず妻に迎える。全力で一生君を守り抜く。安原正信。そなたは我が国の新たな秀才だ。慣例により、一つ願いを叶えてやろう。寸母の領だか、それとも万両の金銀か？何なりと申せ。帝王に申し上げます。根治の願いはただ一つ。どうか直命にて婚姻をお許しください。根治が生涯めとるのは、神崎家の水木のみ。他には誰もめとりません。チュルス。感謝いたします。帝王に婚姻のお許しを得た。生涯君だけだと。力さ、私に嫁いでくれるか？はい、喜んで。这前尘过往如风，怎会可与众？转瞬一切都成空，这世间几分似我，一千场对空。本当に豪華だな。すごい賑わいだ。
ういし。大きく育てた娘が今日嫁に行く。私の大切な宝物が。ジフ様、そう悲しまないでください。私の役所はすぐ隣ですから。今の父親の気持ちが君にわかるものか。お父様。見覚めよ。義時です。神道神父、拝道の儀。天地に一礼。ご両親に一礼。新郎新婦、互いに一礼。本日、公表のお結び、天地を承認とし、私安原正信はここに誓います。力と一生を共にし、決して離れません。一生を共にし、決して離れません。新郎新婦、神仏へ。ジュンシェグで初めて君に会った時から、一目惚れしていたんだ。いながら君を守れればいいと思っていた。まさかこの安原正信が君を妻にできるなんて。初心、あなたと支え合い、子宝に恵まれて生きていきたいわ。苦楽を共にし。決して離れない。安原先生、ニーチューから宴の招待状が来ました。異国の使者が帝王に謁見なさるため、没人と共に参内し、宴に出席してほしいとのことです。そんなみすぼらしい格好で。よく萌えに来れたわね。本当に帝都の恥さらしね。そうよ、さっさと出て行って。ニャモユラ会は私がただの商人だと嫌い。金遣いが荒いと思われるのを嫌って贅沢な身なりを許さなかった。お縁で皆が華やかに装っているのに、私一人だけみすぼらしいなんて。本当に恥さらしだな。ルシー、どうしたの？あなたは今や進化の秀才で注目の的よ。私はただの商人だから、ご縁への出席は控えるわ。恥をかかせたくないの。誰が君を見下すんだ？今や君は五将だぞ。誰が見下せる？それに、私たちは夫婦だ。私がいる限り、誰も君をいじめられない。そうね。戦勝では笹信の私の良人。
前世の苦しみに溺れるべきじゃないわ。うん。一緒に行きましょう。ああ。ひずまよ。あんたに嫁ぐなんて、本当に最悪だわ。まあまあ機嫌を直して、さあ固めの杯を交わそう。ちざよ。大丈夫か？これが約束した婚礼なの？冗談じゃないわ、この嘘つき。詳細になるって言ったじゃない。結局ただのクシナの子役人なんて、私の人生あんたのせいで台無しよ。何をだ？陛下のご縁系へのご招待です。そうだ。前世では異国使者が来た時、ニエヌに舞を披露させ、ご縁で大いに注目を集めた。今世でも彼女に一花咲かせれば、必ずやこの劣勢を覆せる。その通りです。今日が過ぎれば、私は朝廷で最も注目される新星となるのだ。今日はお前しっかり頼むぞ。神崎水木と安原正信を出し抜けるかどうかは、これにかかってるんだ。わかったわ、任せて。奥様方、ごきげんよう。いやー、皆様方、お久しぶりです。お久しぶりです。皆様方、私は新任の串名地検、柳原大人の妻、ニュケムリと申します。この白粉の匂い、むせ返るほどね。どこから来た泥棒猫かしら、嗅覚の女みたいな身なりで、私だって地検の妻なのに、なんでそんなに見下すのよ。どうした？あの女たち、私を馬鹿にして、こっちへ来い。あいつらの言葉を気にするな。ただの嫉妬だ。後で君の舞を見れば、デオも必ずや絶賛する。そうなれば、奴らの方からすり寄ってくるさ。ええ、その時には手の届かない存在になってやるわ。新進の秀才殿と秀才夫人がお見えです。わあ、秀才夫人はとても美しい。ええ、あの宝物を一つでもいただけたら、もう大満足ですわ。新進の秀才殿はさすがの風格で堂々としておられる。主人も天女のように美しく、前途洋々ですな。株のおことで先生。恐縮です。星人のご実家はご将だと伺いました。将来何か商いがあれば、ぜひ我が家にもお声掛けを。うちもです。うちもお願いします。神崎水木。前世ではあんなに貧相な格好で俺に恥をかかせたくせに、今世ではこんなに豪華に着飾って、絶対にわざとだな。商人の娘が、恥さらしもいいところだ。金臭くて、臭くてたまらん。秀才夫人にでもなったからといってどうだってんだ？金を身につけることしか頭にないんだろう。どうした一連の財布が鳴ってるのを他人に知られたくないのか。普段は欲にまみれた計算ばかりで、商売の場でこれ見よがしにするのもいい。今日はご縁で異国使者を接待するんだ。こんな格好で媚びへつらいに来て、帝国の顔に泥を塗るつもりか？余原軍主、もうお済みですか？お忘れですか？私は帝王直々の御将であり、今年の秀才殿の夫人です。言動のすべてが下家の顔となるのです。
それとも、私に粗末な格好をさせて、異国使者の前で5機の顔に泥を塗らせたいとでも？何が目的なのですか？神崎夫人はとてもご立派ですね。私たちも鼻が高いですわ。まあ、こんなに素晴らしいもの、見たこともありませんわ。このベノイレは海外で手に入れたものです。全体に螺鈿が施され、光に当たるとまばゆく輝きます。奥様への贈り物です。ありがとうありがとうございます。こちらは温度で色が変わる磁器の茶碗です。今は白いですが、熱いお茶をかけると、この湯瀬の耳の先から徐々に赤く染まり、まるで桃の朝釣りを浴びたように愛らしくなります。奥様に差し上げます。あら、本当に可愛いわね。ええ。それから、この高丸の地図は、西国で手に入れたものです。玉の中にドライフラワーが詰められていて、手首につけると花の香りが漂います。あら、これは本当に珍しいわね。後ほど奥様方お一人ずつに差し上げますね。川崎夫人はさすがご将ですね。正式が広くてとても気前が良いわ。どこかの遊郭上がりの女とは大違い。本当に芯がないわね。川崎夫人、私たちも一緒に商売させてもらえないかしら。この小物、本当に精巧で可愛らしいわ。川崎夫人と一緒に稼げるなら、毎日人の顔色を伺って金銭を要求しなくても済むもの。もちろん良いですよ。このご縁には必ず勝機があると思ってました。この神崎水木、どうして前の人生と全く違うんだ？正宗楼の義援さんじゃないか。そうだそうだ、塾無理さんだ。野犬さんの曲も聞いたことあるよ。いやー、あの歌声、あの身のこなし、今でも忘れられないね。ややさん、時間があるときはまた遊びに来てね。もういい。私、お嫁に行ったの。恥さらしめ。おや、ニケミさんは今、柳原軍師の奥様だったのか。いいね、いいね。これでやっと引き取り手が見つかったってわけだ。ルエンの遊郭上がりのせいで恥をかかされた。後で必ず彼女に素晴らしい舞を披露させ、座将の座を取り戻さねば。どうや。帝王並びに皇后陛下のおなり。はあ。楽にせよ。皆、席につけ。異国使者、前へ。帝王に併謁いたします。本日異国使者が改装した皆の者。我が帝国の威信を存分に示すのだ。使者も遠慮せず、存分に楽しむがよい。感謝いたします。帝王、帝国の意向はかねがね伺っております。本日はとくと拝見いたします。席につけ。B 社、この良き日に、我が妻に一曲回せ、使者への歓迎といたしましょう。許す。感謝いたします。お見苦しいですが、回せていただきます。この舞が終われば、俺は天下の宰相だ。ああ、素晴らしいぞ。ねえ、見て、服が破れてるわ。いやはやキメリさんは相変わらずすごいね。この舞を義郎から。みっともない。5点で披露するとは。ご縁の席でそのようなみだらな舞を披露するとは、みっともない。お前らに何がわかる？ B 下からお褒めの言葉とご褒美をいただけば、後悔するぞ。
有権外。よう愚弄する気か？ニョグアラ海。チェンを愚弄する気か？前の人生では、柳原かさりは私にお金を使わせず、私が稼いだお金を、当時聖楼のトップだった助演に貢いでいた。彼女のために大金を投じて衣装を作らせるほどで、そのドレスは非常に豪華だった。だから前の人生でのご縁の前で、女縁は今日で一躍有名になった。彼女は近殿で哀れを装い、聖楼に落ちぶれたが体を売らず。今の秀才殿が身請けしてくれたおかげで、ご縁で舞う機会を得たと語った。前の人生では帝王が柳原かさりの善行に感心し、遊郭から女を救ったとして二人に褒美を与え、名を上げさせた。でもこの人生では、柳原かさりは自業自得ね。ヨグアラ海就任早々遊女をめとり、ご縁でこのような卑しい舞を披露するとは。異国使者の前で我が帝国の顔を潰す気か。恐れ入ります。恐れ入ります、帝王。それともこれを機に目立ち、徒党を組むつもりか？帝王、戦争もございません。滅相もございません。誰かこの遊女を追い出せ。二度と殿にあげるな。ヨグユラカイ。よくも騙したわね。信じるんじゃなかった。ヤノユララカイ。帝王。ニャゴアラ海。まだそこでひざまずいて何をしている？恥ずかしくないのか？は、帝王。どういうことだ？この人生はどうして何もかも違うんだ？私がいなくなったこの人生。あなたはすべてがうまくいかない。今日あなたの転落人生を終わらせてあげる。帝王。こちらは我が国からの献上品です。職人が3年かけて作ったこの世に2つとない品で、いかに偉大な帝国でも見たことはないでしょう。ああ？わあ。この宝を見て。これは確かに珍しい。我が国にはないな。ほんとね。これ何かしら動いてるわ。これは時計というものです。帝国は広大で物産豊かですが、未だ時を測る器がございません。この時計は100年動き続け、1分1秒の狂いもありません。帝王、これがあれば、空を見て時を知る必要はなくなります。ははは。帝王、美人にも異国使者に送る宝がございます。妻の神崎家が御所として、この宴のために贈り物を準備いたしました。早く持ってこい。弟子は何を準備したの？これは七宝焼きの根天木です。我が国の職人の作です。時間だけでなく、暦、節気、天象も示し、宇宙の利を秘めております。この宝を返礼とすれば、帝国の風格にふさわしいかと存じます。超气度。良き計らいだ。我が帝国は広大で物産豊かですが、誇張を好みません。良いものでも普通だと言います。大したことないものを、天にも地にもないように言うのは、実に器が小さいですね。見事だ。その通りだ。使者よ。国国から来て帝国の礼儀を知らぬのは無理もない。これからは我が帝国から多くを学ぶがよい。是了。はい。朝原正信、川崎瑞希。チョコ名を聞け。組んでお受けします。金でお受けします。安原正信と神崎瑞希の献上品。世は大変気に入った。そなたたちに旅立つゆね。手託100件。
金銀万両を賜。デーモンに感謝いたします。揉めをあげよ。これらを秀才邸へ届けよ。見事だ、安原正信。本当なら全部俺のもののはずだ。なぜ奴らに。なぜ神崎水木と安原正信がご縁家で目立ちあんなに褒美をもらえるんだ。あの褒美は全部俺のもののはずなのに。お前誰だ？あ？ここは俺の家だぞ。俺の家だ。どけ。お前ら何をしてるんだ？あ？宝珠。梁原海。知恵に中縁が推薦したから、才能があるかと思っていたが。女の尻に敷かれていただけか。おのれ。この金はくれてやる。ヤニュハラカイ。あんたについていくなんて、私もどうかしてたわ。公主の妾になった方が、あんたと飢え死にするよりマシよ。公主、早くお屋敷へ帰りましょう。行こう。ルシエン戻ってこい。なぜだ？なぜ皆俺から離れていくんだ？神崎水木！神崎水木！俺の人生を狂わせたな。絶対に代償を払わせてやる。ちょうどよかった。奥様。早く見てくれ。これが帝都の防衛図だ。この辺りはさらに補強が必要だと思う。今回の使者の訪問は和平を求めるためだが、やはり油断はできない。万が一帝都の内情を探りに来たなら、警戒すべきだ。前世で柳原海は、この防衛図で異国使者と結託し、宿を肥やしていたわ。県境の防衛図まで渡して、多くの民を路頭に迷わせたの。今世でも必ず同じことをするはず。早く手を打たないと。あなた、私もこの辺りの守りをさらに固めるべきだと思うわ。使者様。使者様。矢野やら先生、遅いぞ。ずっと待っていたんだ。いやいや、県境と帝都の防衛図を探していましてね。この丸印の場所を攻めれば間違いありません。前世の防衛図を覚えていて助かった。全く同じものを描けたぞ。弥生原先生、今回の協力には大変満足している。ここに10万両の銀票がある。帝国でもかなりの大金だろう。城を落とした暁には、さらに褒美をやろう。はい、お役に立てて光栄です。この金さえあれば、法主や宰相になれずとも一生食うには困らん。三崎水木、異国の鉄騎が帝都の門を打ち破ったとき、お前は私にひざまずいてすがるのだ。シャルの防衛図によれば、ここが一番手薄だ。ここを味方にすり替えれば、帝国を一気に落とせるぞ。行くぞ！
定着我が五女で暴れるとは何者だ。もう見つかるとは、罠にはめられた。武器を捨てて降伏しよう。全く同じ図面ね。受け。どうやって防衛図を手に入れた？やむやら歌詞のせいだ。奴はわざと俺を罠にはまめたんだ。柳原海はやはり敵と通じていたのね。今頃逃げ出しているはずよ。心配ない。すでに追い手を差し向けてある。逃がすか。私が誰だか分かっているのか？デオ自ら任じられた旧シナカンだぞ。私を捕らえようとは、いい度胸だな。お役人様、どうかお許しを。はるけ。ヨグワラカイ。そなたに少しばかりの才能があるのを鑑みて、何度も多めに見てきたが、まさか敵に通じて国を売るような真似をするとは。B 社お許しを。私のせいではありません。全部水木のせいなんです。あいつさえいなければ私は。止まれ！消去は上がっておるのに、まだ他人のせいにするか。神崎家の水木の告発がなければ、天のそばにこのような老頭を働く者がいるとは、思いもしなかったぞ。誰かある？柳原海を市中引き回しの上、八つ咲きの刑に処せ。B 社、お許しを。B か。アスハラ茶化など功績を称え、措置を宰相に流ずる。ありがたき幸せ。前世で私が宰相になれたのは、私の学識ではなく、水木のおかげだったのか。リツキを妻にした者が宰相になるんだ。レシ助けてくれ。君しかいない。私に嫁いでくれないか。今世こそ君を妻にする。交代できてくれ。前世では君を大事にしなかったが、今世は必ず大事にする。図章は私のものだ。私がなるはずなんだ。ベイシャ、旅遊らかりは刺激が強すぎて正気を失ったようです。連れて行け。レシ、私が悪かった。頼むから助けてくれ。リシ、助けてくれ。君しか助けられないんだ。リシ、助けて。リシ。死んで当然だ。ぶつけろ。国を売ったクズめ。私この人知ってる。前は宰相になるとか言って、私たち平民を殺すって言ってたのよ。恥知らずめ。天罰よ。宰相どころか囚人じゃない。そうよ。自業自得よ。すね！奥様。レシ、助けに来てくれたのか？うん。レイシ、助けに来てくれたのか？ご苦労様。彼と少し話があるの。はい。承知いたしました。レイシ君なら僕を見捨てないと思っていたよ。僕を愛している君が見殺しにするはずないって。早く助けてくれ。ここから出して、全財産を僕にくれればまた再起できる。出世も夢じゃないんだ。何をぼんやりしている？早く助けてくれ。前はあのジョエニって女に騙されていただけだ。本当は君のことがずっと好きだったんだ。助けてくれたら、君を妻にするから。ヤニュアラカイ。そうよ。私もやり直したの。なんだと？前の人生で、あなたは何度も私を陥れ、見下し、最後には私の一家を全滅させた。今世、
神様が私にやり直すチャンスをくれた。あなたを見逃すわけないでしょ。だから全てのことが前の人生と違っていたのか。全部お前のせいか、この悪女め。自業自得よ。前世であなたが一番俗物だと思っていた私が金で道を作らなければどうやって出世できたの？どうやって出世できたの？私は全力を尽くしてあなたを助けたのに。あなたは私の一家を害した。あなたのような恩を仇け返すような畜生には、今世こそがふさわしい結末よ。神崎水木ふざけるな。俺は宰相だぞ。出せ、神崎一家を皆殺しにしてやる。絶対に殺してやる。何をする？ニャニュワラ海。あの世へ送ってあげる。神崎水木、ろくな死に方はしないぞ。ここから出たら、絶対に殺してやる。まだ減らず口を、やっちまえ。やれ。殺せ。ぶっ殺せ。このジェミンどもが、俺は宰相だ。ここから出たら、一人残らず容赦はしないからな。天は不公平だ。不公平だ。まだ夢見てるよ。自業自得だ。いい君ね。死んでも当然だ。天の命を受け、帝王の祖を下す。安原正信は貧困法制にして、国家に功あり、特例として安原公に封じ、私人である神崎水木を一等勅命夫人に封じる。行田万兵を与え、万語の恩賞を享受せよ。以上。ご恩に感謝いたします。ご恩に感謝いたします。副女、下女。ステューナ、マサーゾナ。あなた、根性であなたとこの二人の子がいれば、歴は満足です。ホフレン、組がいてこそ私の生涯の願いが叶うのだ。昔悪夢を見たことがある。夢の中で君が柳原喜多に殺されるのに、私は何もできなかった。目を覚ましてから全てをかけて君と子供たちを一生守り抜くと誓ったんだ。人生は夫婦が一体となり、家庭が和やかで欲張らず公明正大に行動すれば、どんな困難も支え合って乗り越えられる。平穏な日々こそが最高の幸せなのよ。桜子春草、早く来て。